今日は定休日なのでお家でいつものようにスープを取ります。よいしょ。まずテーブルを拭いてね、きれいにしてから立ってみます。テーブルがきれいになったらお料理を始めましょう。さて、今日もこの丸鶏、この前よりも半分ぐらいの大きさで1000円くらい。お腹鳴っちゃった。また作ってきます。スープ作ります。寒いからね。あと残り物のお野菜が人参とかマッシュルームとか人参、あと何入れようかな。玉ねぎはもう絶対なんですけど、にんにくと生姜も入れたり、いらないお野菜をいっぱい入れてまた煮込んでいきます。で、1回目はクリームシチュー。今日も丸鶏1羽スープにしてきます。丸鶏と人参、玉ねぎ、マッシュルーム、こんな大きいの、こんなだよ。とにんにくと生姜、これはオブジェ。今回はデュフで煮ようかと思います。ルクルーゼアンティークです。では、よく洗った丸鶏ちゃんをちょっと拭いて、軽く拭いて、水気をちょっとね、しっかり取ってあげる。こういうとこが大事かも。美味しく食べてあげるのが一番なので、ここに置いて、スリスリ。美味しいスープができるからね、美味しく食べるよって話しかけながらすり込んできます。こうやって、お腹の方もね、しっかりとね、なんか乳液でも押し付ける感じ。そしたらお野菜入れていきます。人参2本ぐらい、玉ねぎいったかな。で、生姜、にんにくも半分ぐらい。生姜もこの半分ぐらいにします。で、この巨大なマッシュルーム、マッシュルームってこんな大きいっけ？こんなですよ。お腹がグールグーなっててお恥ずかしいのですが、これもいらないところは落としていって、食べてないとこは食べます。食べて美味しくないとこはね。でも私、脳みその病気、脳腫瘍って言われて血液検査もしてきたけど、めっちゃ健康って言われて、もうよかったね。え、この年で何かあるのはもうしょうがないけど、でも死んじゃうのはね、まだうまいこと病気と付き合いながら生きていくっていう年だから、もういけるかな。
入んなかったらクリームシチューにするからその具材にすればいいので、人参と玉ねぎでまず形をギュッと。皆さんは病気の心配ありませんかねえ。子供が育っていって今度は介護される番ですからね。なるべく元気でいたいんだけど弱ってくるとこもあるしね。でも体は食べ物でできてますからね、なるべく安全なものを食べたいですね。よし。なんかこういうとこじゃんじゃんにんにく入れて生姜入れて、これ出ちゃったんだ。あらよ。お尻の上に入れてあげましょう。で生姜も、冷えるとねいいことって何にもないからね。顔の血色も良くなるように生姜をたっぷり入れて、いつまでも元気でいられるように。はい、こんな感じ。お尻の穴から失礼します。こんな状態です。じゃあ煮ましょう。そんなこと言うけど、こういうジャンクフードは大好き。食べちゃった。こういう悪いの美味しいよね。しょっぱくて。ストレスをためないのがいいんですよ。何でもきちんとやると疲れちゃう。ご飯作ってんのにこれは別腹。デュフだとまるで入んなさそう。でオーバル、これルクルーゼの美術館にあるの。すごいでしょ。多分100年以上前の。でもこれでもちっちゃそうかな。いつものに変えます。よいしょ。いつものこっちに変えます。でそしたらよっこらしょ。見えますか？こんなサイズ。ちょうどいいでしょ、スープ取るのに。さあ、では煮ます。そしたら後で使うこの切っておいた玉ねぎはクリームシチューに使いましょう。でさっきのこのマッシュルームすごくない？やっぱりちょっとサイズ大きすぎるから味も大味だったりして、まあそれはいいんですが、ここの部分って捨てちゃうでしょ。でもここってお出汁にとってもいいから、この軸の部分を、潰してもいいな。こうやって取ってね、こんな感じかな。YouTube 始めて思ったんですけど、こんな感じってよく使っちゃう。こんな感じって語彙力がないせいですね。見て、この子ハートみたいになってる。ほら、親子かな。かわいいからこれはだしにしない。こんなに入れないな。このくらいだしに入れます。今回はお出汁がいっぱい入る感じに
しようと思ってて、すごい。最初は強火でも徐々に弱火にしてブクブクしてきたところでもうごくごく弱火にします。そうしたらいい茹で加減になる前にこういうところにお尻のところとかに入れちゃって、本当はセロリとかがいいのかな。でもなんか私セロリあんま食べないんだよね。冷蔵庫の中で邪魔で、これで煮てきます。なかなか分けない。なかなか分けないから割れてないよね。蓋しちゃえ。ちょっと蓋して煮ます。いい音になったら蓋開けてコトコト煮てきます。アクは取りますよ。ちょっとグラグラしすぎだけど、こうやってね、片手に持ってやるとやりにくいな。こんな感じですね。アクは丁寧に取りましょう。で、私はこのプリングルスに入れてさ洗い物めんどいじゃん。曇っちゃった。こういう感じに。なんか私これが癖なんだよな。なんかこう湯船にかけるみたいな。歯にプリングルスが詰まっちゃったね。こういうのが好きなんですよ。ちょっと病院まで行ってきたので火を止めていたんですが、また火をつけて取り直そうと思います。でもこんな感じでね、余熱でも煮えます。見てかわいいでしょ。こんなちっちゃいキャベツ売ってました。キャベツ高いけど、さっきのアクもいる。でマッシュルーム、こんな巨大なマッシュルームね、巨大なマッシュルームと、そうしましたら、あみちゃんこれ切ってみたら？無理です。気持ちいいんだよ、マッシュルーム切るとき。ほら、もうちょっと細かく切って。細かく、こんな？もうちょっと。マッシュルームの良さが半減じゃん。食べれない。食べれないの？もう一回切る。こう？食べづら。これせっかくこんな大きいからジャンボのままじゃダメ？これじゃあママ用にしようよ。ほら、こんな厚手の。いやいや。食べてみな。これじゃあ半分に切ってあげる。そんな入れんの？見えなくていいの？マッシュルームって美味しいじゃん。いつも入ってるよ。こんなにマッシュルーム嫌がらせみたいだね。じゃあいいや、こんな感じでこう用にして、で玉ねぎちょっと大きいの嫌でしょ。こんなになんでこれ、お尻の穴に入んなかったやつ、鳥さんのね。ちょっとこれ細かいの切って、玉ねぎはいいんだよね。問題ないんだよね。美味しいよきっと。いつも美味しいんだけど。OK。そしたら炒めます。フライパンを熱しまして、このいつもの美容のオリーブオイル。私調味料屋さんやりたい。カルディ古豪バージョンみたいな。カルディ古豪みたいな。カルディ古豪部門みたいな。カルディさん作ってくれないですかね。作ってくれるわけないよね。
さ、いろんなところから塩買ってきて、塩とか胡椒はこことかさ、見て見て、こっちほら、ブクブクしてきたの。美味しそうだない？いい匂いなんだよねこれ。ちょっと強火でざっと炒めます。なんかね、焼く感じ。そしたらばキャベツかな、キャベツ入れちゃって、キャベツもきっとこれ焦がした方が美味しいから、ちょっと焦がす。あ、ベーコン1枚だって。身がついたし大丈夫だね。このキャベツ美味しそうじゃない？あみ、シチューいっぱい食べれる？それが一番いい。これ一旦ね、炒める方が美味しいんだけど、フライパンちっちゃかったね。入った。炒めにくいわ。こういう時はもう早めの対処で、いつも思うけど、早めにもうこれは皆さん炒め直しましょうね、こうやって。そうそう、これが一番こう世の中平和でいられる気がしてるんだけど、オリーブオイルがちょっと足んないな。そう娘は常にダイエット中だから、オリーブオイルは少なめにして、それで塩コショウを。私映っちゃってない？なんかさ、もうちょっとうまいこと取ってよ、あみちゃん。こう回り込んでさ、ママの後ろからこう回り込んで、そいつやってみて。回り込んで取って、この角度から取って、真上からとかさ、これちょっとほら、こうやってみたりとかさ、ここの真上から取ってみたりさ、いろいろやってみよう。ほら、こんな感じでしょ？伝わってるかな？でも今度近く行ってみるとかさ、こうやってそうしましたら、だいぶこう炒まってまいりました。そうしたら牛乳と生クリーム、ここ映しててよ。牛乳とさ、生クリーム買ってきたのどこやったか。あった。よし、そしたらはい、これね。これが、びっくりした。何の音だよっていうやつですね。そうしたら、ここ、しっかり炒まってますね。そしたらね、ここからスープをいただいてきます。バババババババ。一旦火して。鶏肉は後でほぐしたのを入れます。こういう風に入れて、ベーコン入れてもいいんだけど、後でトロトロになった人参も加えます。とりあえずこれで、この後にちょっと残った牛乳入れて、沸かしすぎちゃうとなんか分離しちゃうっていうイメージがあるから、もう少し牛乳入れて、このぐらいかな。どんぐらい入れてるかなんか考えたことないからな。大さじいくつとかわかんない。なんとなく色味で、色味だから、あみちゃんこれドアップでお願い。こんな感じかな。今牛乳入れた状態の色がこのお色です。それでこの生クリームが全然剥けなくて、ちょっと待ってくださいよ。剥けた。はい、そしたらこれをどのくらいから、大さじ 1？2 ぐらい。はい、そ
そしたら速やかに生クリームは悪くなっちゃうかもしれないので冷蔵庫にしまいましょう。で鶏肉ちょっと切ってくれる？あみちゃん。こうやっただけでもうほらわかりますか？ホロホロなの。ぎゅぎゅね、ホロホロでしょ。これをここに入れる。ざっと。鶏皮嫌いか、あみ。皮剥いてからね、じゃあ剥くじゃん、こうやって剥いて、お肉のとこをガッと入れていきます。このシチューがね、やっぱりね、冬一番美味しいの。コンソメとかも入れなくていいし、こうやってね。で鶏ガラはまた取っといて煮ましょうね。そしたら次の日はラーメンができます。でこうやって中に入れといた人参も入れて、彩りきれいでしょ。見て、あみちゃん、あみカメラの。あみ何で食べる？ご飯食べる？何も食べない。これだけ。これだけ？スープだけ？うん、フランスパンあるよ。いらない。いらない。食パンも。いらない。ご飯は？いらない。ああ、こんな年になっちゃいました。あんなに可愛かったあみちゃんが。またそれで言うとすぐため息つくので、じゃあこの辺にしたいと思います。ちょっと骨後で取るとして、はい、こちらのシノワズリーの金継ぎにも盛り付けてみましょう。こちらはこちらでまた青い絵付けのお皿はお料理が映えます。小伊万里とかと一緒でね。はい。いきなりこう人参がずれちゃったけど、盛り付けなくても盛り付かるって感じかな。さあ、ちょっとねキャベツ多いね。こんな感じですね。美味しそうでしょ？美味しいんですよ。ぜひクリームシチューのルーなんか使わずに作ってください。お味もお好みで調節できるし、今回はパルメザンチーズをすったのじゃなくて刻んだの入れてます。